電子工作ソボルを使うまでの調整とジグ4。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。簡易ですがケーブルの引き出し口に保護材ケーブルの革を貼りました。今回はドラグチェーンを使ってこのケーブルの精線を行います。それとレーザーの負荷電流が気になったので電圧電流計を取り付けます。精線はチェーン 0.8 メートルほど使って電線が足りる範囲での改造です。クリップを外して配線を後挿入できます。このチェーンは反対側には曲がりません。巻き込み型は折り返す分長いケーブルが必要です。なのでたるみも入れて300ミリほど足りないのです。取り付けは簡単にできます。もし見栄えがしなければ次回にケーブルを長くして巻き込み型にします。 X 軸側です。配線は少なくなりますが同様の状況です。X 軸側は T スロットフレームが使えるので有効利用します。なので T ナットでなくてもワッシャーとナットで金具を閉じられます。こんな感じでワッシャーを挟み込むだけです。外す時も簡単です。あとはヘッドに L 金具でもう片側を固定すれば完成します。X 軸のモーターは下側のビスを外して接続口を180度回転させました。これで配線の切り回しがスムーズになります。 XY 軸直角確認シール貼り付け。軸にトリマーテーブルの時に使ったシールを貼りました。 X 軸のナットは時々チェックしないと緩んでいます。気休めのようなものですがビルだけでずれていることが分かります。配線の紹介はこれくらいにして次のステップに進みます。電圧電流計の取り付け計画。ソボルの制御ボックスです。天板に電圧電流計を取り付けます。作図して取り付け可能な場所を決めます。取り付けるのは以前紹介したこれ中華 DSN VCC28 です。場所はこの位置です。スイッチがあるのでこれより右側にはつきません。この位置でもファンとボードに干渉するので工夫が必要です。こちら側もありですがなるべくスイッチ側が良いと思いました。そこで干渉しないように部材を作ってファンをまず 7.5 ミリ下げます。こんな具合です。アジャスト部材をこのように作りました。このようなものです。2ミリ厚の塩ビ板をタップ加工しています。電圧電流計接続回路図。改造前の接続回路です。電源ジャックからスイッチを経て基板につながっています。
測定器との接続を示します。基板のプラスに赤と黄色をつなぎ、ジャックからの線を通過させます。マイナス線を外して測定器の負と赤線をマイナス端子に接続替えします。ファンアジャスターの取り付け。先ほどのアジャスターです。季節のタップに取り付けて 7.5 ミリファンを下げます。ビスを緩めて電源ボックスの蓋を外します。ファンのビスを緩めて外し、アジャスターを取り付けます。ファンは直下に見えるボスに取り付けられています。ここにアジャスターを取り付けます。アジャスターの上にファンを固定します。リスが短くなるので取り替えます。できました。配線を外していないのですが、動作を見ておきます。当たり前ですが、ちゃんと回ります。電圧電流計の取り付け。電源ボックスに開口を作ったので、取り付け前に簡易構成をします。抵抗100オーム2個に電流計とマルチテスターをつなぎます。マルチメーターで電圧を 24V にします。200オームですから電流は 120mA です。マイナスと負荷の間に電流計を入れています。抵抗値200オームには抵抗値の誤差と電圧電流計の内部抵抗が加算されます。その上で右の安定化電源で 24V に合わせます。取り付ける電圧電流計の調整ボリュームで指示を合わせます。簡易ですからこのくらいで良いでしょう。各指示計値がだいたい揃ったらよしとします。さてここまで来ましたが、まだ難関が残っています。この電流計の底とコントロールボードの天板が2ミリほど干渉します。ボードは画面下までありますから、計器を上に上げるしかありません。なので枠アジャスターを作って2ミリではなく5ミリかさ上げします。これで解消できます。アジャスターを作るため一旦コントロールボックスを外して作業します。
アジャスターを取り付ける準備をしています。余っているケースを使って高さ 5mm の枠を作りました。このケースの下側を 5mm で切断して作りました。そのまま使えれば良いのですが 10mm ほど長いのです。切断加工して、あとは得意のパテと接着剤でつなぎます。パテだけでは強度がないので裏に補強剤を入れています。そして上下に2箇所 2mm のビスを植え込みました。このビスです。埋め込む部分はヤスリで若干細くしました。 2mm のままでは取り付けしろがないのです。これからもう少しペーパー掛けをして塗装します。枠をビスで留めました。ケーキが脱着式でなければ下側は固定できません。しっかり固定されています。これでほぼ完成です。これから接続して動作試験をします。コントロールボックスの復元と動作試験。背面からの指示ビスを復旧します。ケーブルを接続します。スイッチを入れます。電流が流れるのはレーザーファンが動いているからです。電圧電流計は一応の目安ですが完成しました。モーターが動いても電圧が下がりません。良い感じです。あとはレーザーがフルパワーの時に確認しましょう。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。